対戦動画とか人の配信とか見てる時でもインパクトが出てきたら左手の親指がピクって打たれるキャラを使っとる人とかは返しやすかったりはあるんじゃないですかね、やっぱり。L1 ボタンですね。あ、なるほど。じゃあ人差し指で押す感じになります。あ、そうです。はいはい、そうです。超絶テク、じゃあ時戸さんに共有しましょうか。超絶テクを。マジっすか。はいどうも皆さんこんにちは。ジェストロット G の時戸でございます。本日はですね、約1年半前にインパクト返しのコツを聞くという動画で4人のプロゲーマーの方にコツを教えていただきました。そこからですね1年半は経ってますかね。少なくとも私のプレイにおいては、進化してないのが現状ということで、ストリートファイターリーグではですね昨年度ドライブインパクト賞をいただいたにもかかわらず、あれはですね成功回数のランキングだったのでインパクト開始自体の回数はなんと、0回でございました。なのでもう一度インパクト開始成功率が高いプロゲーマーの方々に、お電話させてもらってインパクト開始のコツを聞いてみたいと思います。たくさんねインパクト返し印象に残るプレイヤーはいらっしゃるんですが、やはり、ここはまずはヒカル選手、ゼータディビジョンのヒカル選手ですね、お話を聞いていきたいと思います。やっぱヒカルくんにはね打てないよね。普通の立ち回りの状態、相手にドライブゲージがある状態で打とうもんならまず返される。彼と対戦経験が多いプレイヤーだったら大体そういう印象になるんじゃないかなと思いますので、じゃあ早速、ヒカルくんの方にかけさせていただきたいと思います。はい、もしもし。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。時戸でございます。はい、すいません。はい、なんか急に電話をしてしまいましてですね。はい。でなぜ、今かけているのかと言いますと、はい、ちょっとスト6のことでね質問というか相談があって、電話をしました。はい。ズバリなんでしょう。はい。ドライブインパクトを返すコツをお聞きしたいと思いましてと。なるほど。なんか予想できてた？いや、大体そうなんかなって思いました。実はですね前にこの、動画同じコンセプトでやらせていただきまして、その時はヒカルくんには話を聞かなかったんだけど、はい、ヒカルくんすごいよねっていうのはその時からもう言われてたので、今回ねぜひお願いしたいなということで。ありがとうございます。いやどうですか。まず僕はインパクトの場所が、ジャンプの左手の親指でインパクトをしていて、はい、指先はいつもジャンプボタンに置いてて、インパクト来た瞬間に左手親指の第一関節ぐらいの位置で押すみたいな。でジャンプも一緒に押しちゃってる感じ？ジャンプを押すときは親指を突き出す感じで前にやって、インパクトの時はなんか親指を中に入れるみたいな感じで。じゃあそこはもう同じ指だけどそういう動きの使い分けがあるんだ。そう動きの使い分けでやってて、それってさそこにインパクトをつける前はどうだったの？いや僕も最初からそこにしてます。発売からずっとそこでやってるんで、そこ以外でやったことがなくて。なるほど。でも左手のメリットとしては、その右手で運指を動かしてる時に指を、インパクトとっさに来た時に押せない時がある。でも左手だと右手を動かしてても、絶対いつでも押せる。だから常に添えることができてるってことだよね。そうですね。常に左手でできるですね。それはやっぱインパクトはモーションもそうだし、なんか音とかもあるし。音重要っていうよな。音は結構大事だと思います。あとは大会でさ、ちょっときつい時ないじゃん。いやそう結構音の環境が変わるとちょっと嫌ですね、やっぱそこは。そうなんだね。あとは練習としてはもう何でもいいんですけど、対戦動画とか人の配信とか見てる時でもインパクトが出てきたら
左手の親指がピクって。なんかそれガチ君も言ってたわ昔。そういう今俺押してたわみたいな。そう、そんな感じです。だからインパクトって基本自分の体力がドットの時以外って、もう何かを食らってる時でも、とりあえず押し得じゃないですか一旦、そうだね。だからもうどんな時でも一旦押す意識だけしといて、あとはもう自分の体力ドットの時は逆に押さないのだけを意識するみたいな。そっか、逆にね押しちゃったらダメな時もあるもんね。そうですね。最後の最後その時だけ意識する。なるほどね。ありがとうございます。いえいえ。でもさ、そんだけ返せてるとさ、はい、自分から使おうって思う？最近でも結構使うようになりました。やっぱり通る相手にはね、使いたいもんね。通りそうな状況とか通りそうな人とか、結構もう人呼びでパッて打っちゃいますね。それ重要だよな。ちょっと私もね、返せるように頑張っていきますので、はい、引き続き頑張りましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。失礼します。お疲れです。お疲れ様です。そうだよね。でもやっぱかなり早い段階でヒカルくんって返してたんですよ、インパクト。練習でやるっていうよりは発想が良かったのかな。ここ指の第一関節で押すって。これでもこのヒットボックスのエクステンション使えばできるわけですよ。こういう風に。多分ヒカルくんの配置こんぐらいになってると思うんだけど、インパクト俺暴発しそうなんだよな。まあいろいろ試したけど、未だにね、まだね、画期的なのはたくさんアイデアをいただいたんだけど、それこそ栗原先生のチョップボタンとかまだね、ものにできたとは言いづらいからな。ここはまあ初心に帰っていろんなものを、試してみたいと思います。続きましてはこの方、グッドエイトスクワットガチくん選手に、お話を聞いてみたいと思います。まあね、インパクト全く打てません。お疲れです。お疲れです。どうもすいません。いえいえ。ですね、こんな夜分にわざわざ電話かけたのは、まあスト6のことで相談があって、お電話差し上げたんでありますが、ドライブインパクトを返すコツをですね、聞きたいと思いまして。なるほど。晴天の霹靂って感じですか？まさかここに来るとはって感じですね。まさかのまさかで。どうですか？最近も返せてます？いや、最近ね、ちょっと怪しいっす。なんだろう。怪しいっていうか、なんかでも、いろんなことをやっぱやりよるときついっすね。そうだよね。それはそうだよね。他に考え事してるときついとかってそういう感じなのかな？でもそうですね。次のこれ食らった後に何しようかなとか考えとるときにインパクト来る補正切りとかは、やっぱたまに打ってなります。まあただ立ち回りで打たれる分にはまあ、割とって感じです。インパクトボタンの位置は？インパクトボタンは僕は弱Kの下ですね。ジャンプボタンの右で弱Kです。じゃあ常に右手はそこに親指を添えてる感じですか？基本はそこに定位置に置いてます。ヒカルくんにも話を聞いたんだけど、やっぱ常に添えれてるってヒカルくんはですよね、左側っすもんね。そう、左手の親指の第一関節付近で腹の部分で押してるって。なるほど。あとヒカルくんが言ってたのは、何気なく対戦動画とか見てると、インパクトをどっちか打った瞬間にって反応しちゃうんですよ。確かに。わかるって感じですか？わかるって感じなんですけど、最近孫さんもその現象あるらしくて。なんならこの間のトパちゃんの回でインパクト来た時になんかちょっと一瞬横でビクッとしたなと思ったんですよ、孫さんが。でその後に俺なら返すじゃねえって言ったんで。ただあれ多分びっくりしただけですよ。音にびっくりしただけだと思いますけど。返せてる人と返せない人の違いっていうのはどういうところにあると思いますか？それを考えたことないですけど、でもやっぱ返しとる人はやっぱ打たれ慣れとる人とか、僕なんかやっぱマナの時にすごい打たれたんでインパクトを。
台形狙いで。台形狙いでやっぱり。なるほど。そういうその打たれるキャラを使っとる人とかは返しやすかったりはあるんじゃないですかね、やっぱり。なるほど。ヒカルくんももともとマノンだったし。はいはい、なるほど。DJ 使いとかも結構返してくるイメージあるんですよ。あるわ。あれですよね。やっぱ彼らもインパクト打たれ慣れとるっていうのもあって、結構反射的に押しとるのはね、あると思います。なるほど。ありがとうございます。はい。失礼します。なるほど。使用キャラの傾向でインパクトを返せるように打たれる回数が違うから、それは今までなかったな。じゃあ使ってるキャラが悪いってこと？ケン JP は JP も打たれないな。じゃあできないね。改善これだとできないかもしれんな。でもまあなんか新しかったな。両方確かにマノン使いだわ。元で、次の方はバレル所属の TS 選手。あの方は本当にね、1年目、全くインパクト通る気配ありませんでしたし、最近あんま対戦してないんですけど、昔めちゃくちゃインパクト打たれました。通ると思った人にはめちゃくちゃ打ってくる TS さんに、話を聞ければなと思います。もしもーし。どうもお疲れ様です。お疲れ様です。どうもすいません、夜分に。お疲れ様です。今回ここでお電話差し上げたのはちょっとスト6のことでですね、相談があってお電話差し上げたんですが、ズバリですね、ドライブインパクトを返すコツというのをですね、お聞きしたいと思いまして。TS さんパッドっすよね。パッドです。はい。何まず使ってます？堀さんが出してるオクタ使ってますね。ファイティングコマンダーオクタっていうパッドなんですけど。6ボタンのやつですか？そうや、天面に6ボタンがあるやつです。じゃあインパクトはどこにあるんですか？ L1 ボタンですね。なるほど。じゃあ人差し指で押す感じになります。そうです。はいはい、そうです。じゃあ常に指は添えれてると。そうですね、添えてますね、ここは。割と早い段階からインパクトって返せてましたよね。僕はそうですね。なんか体験版の時にオフラインでもうなんかコンピューターとしかやれなかったじゃないですか。でもそのコンピューター戦でなんか、インパクトを返して練習してたら、全然無意識に返せるようになったって感じでした。本当それだけです。でもパッドのプレイヤーやっぱりね、結構返してるイメージ僕の中にあるんですよね。僕もなんかそんなイメージはありますけど、ヒカルくんなんかはレバーレス。そうですね。めちゃくちゃ返しますよね。一番返すプレイヤーじゃないですかね。そうです。僕ヒカルくんにも話聞いたんですけど、なんか人の対戦動画見てて、インパクトが起きた瞬間に、自分の手動いちゃったみたいな。なるほど。そういうレベルらしいですよ。さすがに TS さんそこまではいかないですか？なんとなくありますけどね。ビクってる感覚はある気がしますね。なるほど。じゃあやっぱ返す人はそこを共通点なのかもしれない。そのレベルまでいけば一発のインパクト返し使いと言えるのかもしれませんね。でも欠点も結構あって、絶対返さなきゃいけない場面で見ないくなっちゃうっていうのはありますね。それはその場合は返せないこともあるってことですか？そうですね。絶対リーサルで画面端でもう返さなきゃいけない。なるほど。明らかにここ臭いなみたいな。ギリギリインパクトガードでリーサルだなみたいなところは相手も狙いたい場面ってことですよね。その時にその 90% よりやっぱ意識できての 100% の方が 99% の方がいいじゃないですか。確かにそうかもしれない。そこで読みをちゃんと入れて。そうなんです。読みがなくなっちゃうっていうのが、本当に無意識で返せるんだったらいいですけど、100発100中で、そこまでの精度があるかって言われたらちょっとって感じはありますけど。なるほど。あとその体力少ない時も返しちゃうみたいなのってあります？ありますね。本当そこは練習中っていうかもうずっと練習してるところなんですけど、やっぱ返しちゃいます。返しちゃいますね。返しちゃうんですよねっていう感じですか。TS さんは中でも顕著に感じたのが、自分返せるのに、僕にはめちゃくちゃ打ってくるなこの人っていう2年前のイメージ。そう。
ああ、いやまあそうでしたっけ返されないっていう印象があったのかもしれないですね。多分そうです。じゃあやっぱりそこは人を見て、ちゃんと自分が返せるからっつって使わないんじゃなくて、通る選択肢をちゃんとやっていくと。そうですね。通用する相手には使っていこうかなっていう考えではありますね。なるほど。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。また引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、失礼します。はい、失礼します。はい。小さいやっぱり俺返せない認定あったね、あれは。次戦った時に返したいわ、これ。頑張ります。ここまでインパクト返しが上手な方にもお話を伺ってまいりましたが、私同様現在もインパクト返しに苦しんでいそうなこちらの方にもお話を聞いてみたいと思います。もしもーし。はいはい。LINE で大丈夫なんですか？LINE でいいですか？LINE でいいですよ、僕は。はい。さあ、今回もこのお時間がやってまいりました。ちょっとスト6のことで相談があってお電話差し上げたんですがいやもう一個やろ聞くのこれズバリ、今年度もよろしくお願いいたします。ドライブインパクトを返すコツをお聞きしたいと思いましてなんですけれどもはいはいはい、前回もやっていただきましたけれども、はい、最近どうですか？最近はね、以前よりはマシになったんじゃないかなと。おー、去年の発言のまとめを実は用意していただいてまして、はい、なぜ返せないのかは分かっていると、はい、結局は、添えているかどうか、それね、はい、増設して親指で押すのが理想というところまでは去年、もう我々たどり着いてるわけですよ。どうですかね？いやあのね、超絶テクじゃあ時戸さんに共有しましょうか。超絶テクを。マジっすか？いやこれねでも実際役立つかもしれない。それはですね、受け身をインパクトボタンで取る。ほう。面白いねそれ。そうでやると、矢が O、でも指がインパクトには一回行くんですよ。でそのまま起き上がり見てると、重なってくるインパクトはマジで結構押せます。はいでもさ結局狙われるのってそこのタイミング多いよね。そう言うてね、駆け込んでくるインパクトってやっぱ起き上がりにうわーってやつが多いんで。なるほど。これはねほんとね習慣づけるだけなんで、なんかやり得かなと思って僕一応受け身をインパクトで押すようにはある程度してます。まずでも多分初級編っぽいけど初級編っぽいけど良さそうだね。3年目にして3年目にしてね、ここまでたどり着きました。知恵がまず基本というかタイミングを限定はしちゃうけれども、そういう時間を勝手に作ると。あとはねもう一個僕のリスナーの人に、なんか面白い考え方っていうか、やり方をちょっと教えてもらってですね、だこっちの方がもしかしたら本質かもしれない。インパクトっていうのはグラップみたいなもんだと。グラップは見てからは無理なんですけど、来たボタンを特定のボタンで動かして返すっていうのじゃないですか。だからインパクトって実は投げと一緒なんですという考え方で、相手の技をガードしてインパクトが来るタイミングで、インパクトボタンを軽くタップしてくださいと。ガード硬直中に押しちゃっていいの？ガード硬直中出ないタイミング、なんかガードしたらインパクトボタンちょっと押すみたいな、ってやると、その人は返しやすくなったと。結構高等テクニックじゃない？かなりしんどそうではありますが、
まあ、その人はインパクトってまあ投げ抜けグラップみたいなもんでしょって考えてるらしくて、まあなんかそれをやることによってまあなんか返せる率上がりましたと。それは面白いね。でもあとはまあ画面端追い詰められたらもうインパクトボタンに指添えるとかはやってます、そうね。やっぱでも添えてるかどうかと、あとまあ、ワンボタンかどうかもかなり重要なんだよな。まあ、それはかなり大事だと思います。実際、インパクト見てると他のこと大体何もできないですよ、やっぱ。そうだね。ありがとうございます。はい。で、今年こそじゃあ、インパクト。まあ、そりゃもう。スタッツ出してくるから、最近の。そうですね。数字で出ちゃいますからね。まあ、できれば対空もな。まあ、そうですね。そうですね。はい。頑張っていきましょう。ありがとうございました。はい。お互い頑張りましょう。お疲れ様です。お疲れ様でした。失礼します。はい。ありがとうございました。ありがとう。はい。ということで、最後の人物、ドグラさんにも、お話を聞くことができました。これやっぱね、悩んでるだけあって、いいこと聞けたね。レベルが近いわ。ただ、インパクトに関して言えば、ドグラの方がいろんなこと試してるっぽい。で、今回、特に参考になったアドバイスとしては、やっぱりみんな、添えてるかどうか。で、私のこの2年間の研究の結果、ワンボタンで添えてるかどうか。2ボタン僕、強パンと強撃常に添えてるんで、それ一応添えてることになるんですけど、やっぱね、ワンボタンで添えてた方がいいんだろうなというのが、まず一つ。それとあと、ドグラの受け身を取るときに確実にインパクトボタンを一回意識するっていうのは、その受け身直後に重ねてくるインパクトは確かにかなり返せそう。一旦そっちに意識いくから。これは目から鱗ですわな。そこら辺踏まえて、僕が実践しようと思ってるのは、ヒカルくん式。インパクト暴発がね、前やった時ちょっと多くなってしまって、断念したやつなんですが、もう一回それをやる。で、しかも、それと受け身を取るときにそのボタンでボタンを押すことでそのボタンを使うことになれる。ドグラ式×ヒカル式、こちらで行ってみたいと思います。ご協力いただいた、お4方4名の皆様非常にありがとうございました。あとね、各配信を見てるリスナーの方からもね、皆さんその4人も情報を集めてると思うんで、そちらの方も、改めて、ありがとうございます。はい。そして、当チャンネルの視聴者の方も、今回の動画をね、参考にしてみてください。僕も頑張っていきますので、よろしくお願いいたします。それでは、次回の動画でお会いしましょう。また。